今回紹介するのは、インペルダウンの地獄のぬるま湯に落とされたキャラのリアクションを想像する読者の反応です。それでは本編へどうぞ。インペルダウンに地獄のぬるま湯ってあるじゃん。ドフラミンゴやその部下たちはどんなリアクションだったんだろうね。普通に悲鳴上げてそう。特に落書き能力のババアと投与の魚人と変な語尾のデブと鼻水あたりはうるさそう。でもピンクは我慢しそう。セニョールが我慢しそうなのはわかるわ。デリンジャーが悲鳴を上げるのは年齢的にまあしょうがないなって思えるけど、他のメンバーは静かにする努力はしろよ。トレイボルの後はお湯を取り替える羽目になりそう。優しい。お湯が汚くなったらマルキン消毒の役割を果たさないからね、衛生面の点で大変だな。ドフエとセニョールはなんだかんだ眉一つ動かさないイメージある。ドフラは爆笑か無言だろうな。ドフラはこういうの慣れてるから。普通。こういうのに弱い。ドフラミンゴは耐えるだろうけどバーベキューといい熱いの苦手そうだから気持ちしんどそう。ディアマンテとジョーラ同時に相手にするだけ。ぬるま湯につける前の時点ですっごい疲れそう。なんなら全員やかましい気がするっていうかファミリーといっぺんに会話しなきゃいけない職員大変そう。ディアマンテとピーカは別の意味でうるさそう。一味全員終わる頃には担当者もげっそりしてる気がする。ピーカが悲鳴上げたら職員たちが大笑いしそう。行いに対する刑罰を受けて無様に泣き叫ぶことを笑えど、罪とは関係ないコンプレックスを笑い物にすることを、マゼランは許さなそうな気がする。もし本当ならマゼラン、マジで本物の人格者だな。真面目に仕事やれって話だもんな。でもマゼランも叱る時に笑いこらえてると思うよ。なので必死に耐えて余計にげっそり。そして始まる。笑ってはいけない大監獄。地獄のぬるま湯の G。絶対言ってるわこれを。普通に悲鳴上げてんのに妙に余裕あるなおいってなるやつ。グラディウスが熱膨張で膨らんでいく。ベビー5が NTR ってまともな女がいなくなったからミンゴファミリーの湯で絵面がきつい。モネちゃん返して。本当に入浴シーンの絵面が汚いよな。モネちゃんの入浴シーンとかあったらエッチすぎます少年誌でやれるわけないでしょ。実際モネちゃんが100度のお湯入ったらどうなるんだろう？溶けちゃうのか、常人以上のダメージは受けるけどギリ大丈夫なのか、あるいは能力でお湯が冷えるのか。まあ回廊石の錠がついてるから生身状態判定になるのかな？シュガーちゃんがすっぱだかにされた挙句熱湯風呂に突き落とされるのは想像しただけで興奮する。これの存在によってジンベエとエースの傷が拷問によるものであることがわかるんだよね。マムやカイドウや今は亡き白ひげを地獄のぬるま湯に入れたい。気持ちよさそうに浸かりそう。白ひげクラスだとこんなぬるま湯用意しやがって風でも引かせる気かバカ野郎もっと温度上げてみせやがれくらいのこと言いそう。マムに至ってはプロメテウスの攻撃で起こる火事の中を普通に歩いてるのがわかってるからな。カイドウがもし入ることになったらのぼせそう。てか、ドフラミンゴ以外はレベル6じゃないから洗礼はやらないんじゃなかった？洗礼自体は、本質が監獄入りする犯罪者の滅菌消毒ウイルス等を持ち込ませないための処置だから全員受けると思うよ。普通の受刑者は泣き叫んだりわめいたりする中で、クロコダイルやエースは眉一つ動かさない堂々としたもんだったって話だと思う。セニョールは白衣縛ったり油汗かいたりして外から見ても耐えてるの丸分かりのダサい感じだけど泣き叫んだりみたいな醜態はさらさずに、めっちゃハードボイルドなこと言って乗り切ってほしい泥臭いのが魅力なキャラだと思うし、さすがにエース、ジンベエレベルと肩を並べられるかというと疑問なので、むしろセニョールには熱くて苦しくて立ち上る蒸気で息もできない中、油汗かきながらも口元だけは虚勢の笑みを張り続けて、ようやく釜から上げられたところで息も絶え絶えながら、なかなか熱い歓迎じゃねえかとハードボイルドに決めてほしい。なんかめっちゃ想像できた。もういないんだけど、ベルゴも我慢できそうなのが目に浮かぶ。歴代七部会はみんな耐えられるのだろうか？間違いなく一番うるさいのはバギー。バギーの悲鳴はレベル6まで届いてそう。うわ熱ちゃ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 丸好きかこの派手アホが千葉さんの演技がより輝きそう。バギーは絶対大騒ぎしながら入れられたのがもう目に浮かぶのになんかもうみっともないとか思わない。バギーは45度の風呂でうわっちーって言いそう。言いそうで草。バギーはぶっちゃけかなりタフな方だと思う。
バギーとか普通に落とされてもマギー玉大丈夫だったんだな。衣類は全部脱がされてるからマギー玉仕込んだ靴も脱がされてたんだろ。そもそも能力者だから風呂に入るだけできつそう。悪魔の実の能力者だと深さによっては風呂の底に沈むのかな。もし能力者判別にも使ってたとしたら、ごまかしきったバギーの株がまた上がるな。考えたことなかったけど能力者判別はありえそう。手錠つけてようが非能力者なら溺れないようにもがくぐらいできるもんね。能力者じゃないけど金槌ですって自己申告してると思ってた。黒ひげは厚がりそうミホーク、森や、熊も眉一つ動かさない。ドフラはフックフックしてるハンコックはそれ以前の問題って感じか？ハンコックも眉一つ動かさない側だと思う。ローも結構持ちこたえそう。ローは眉一つ動かさないってよりかは眉間にシワ寄せつつも無言で耐えそう。ウィーブルは下手したら熱いとも思わなそう。バギーは悲鳴上げてもうるせえとしか思わんがウィーブルが悲鳴を上げたらなんとなく心が痛む。ジンベエとクロコダイルの眉一つ動かさなかったって実際考えるとすげえよな。100度て、煮えたぎるて捕まって、お湯の温度は100度でも、鍋はもっと熱そう。100度で生きてるってやっぱワンピ世界の人間って現実世界の人間の耐久してないんだな。波の山下だと茹でられる間にだんだん声も出なくなってきそうだけど。バギーだけ最後まで全力で叫ぶから楽にこいつ余裕じゃねって思われてそう。熱湯にぶち込まれてラーラー言うけどうっかりばらけたりはしなかったんだな。逆によく能力を隠せていたな。普通に地獄の釜でも脱力しちゃうだろうし。これ割と真面目にすごいと思ったわ。びっくりするだけで細切れになるくらい普段からナチュラルに能力使ってんのによく抑え込んでたなと。森屋様と熊は入る釜あるのか？サンファンウルフが入った施設だきっと大丈夫だ。あれほんとどこに収容してたんだろうな。あいつだけ専用の独房島がありましたって言われても納得するレベル。正直これのせいでおでんの釜茹でにいまいちピンとこんかった死ぬのかそれでって。あれ釜茹でって言ってるけどぶっちゃけあげてるし。レベル5のイワンコフとかキノコレベル4のダズボーネス。なんならレベル3のボンクレイあたりくらいまでは堂々とした立ち振る舞いしてそう。ボンちゃんはレベル3の灼熱にもピンピンしてるやべえお釜だからな格が違う。100度の灼熱に耐えられる奴らが調量ばっこする世界とか確かに地獄ですわ。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんは今回のスレについてどう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。これからもワンピースに関する動画を投稿していくので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。